春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、UI のテキストに発光効果を実装してみようと思います。UI テキストにグローエフェクトつけてみた。早速作ってみましょう。1、グローマテリアルの作成。右クリック、マテリアル。名前を M グローテキストにします。ファイルを開きます。結果ノードを選択します。詳細パネル、マテリアル。マテリアルドメインをユーザーインターフェースにします。ブレンドモードをアディティブにします。アディティブは、主に発光や光のエフェクト表現に適したブレンドモードです。描画の仕組みは、背景ピクセルの色に、マテリアルの色を加算して合成します。背景がすでに明るい場合はさらに明るくなり、白飛びのような光表現が可能になります。アルファチャンネルは、無視します。完全に黒のピクセルは不可視になり、白に近いほど強く描画されます。魔法や爆発エフェクト、ライトやホログラムのような演出、UI 上のグロー効果やオーラ表現に使用します。黒背景上では映えますが、明るい背景では効果が弱くなることがあります。加算され続けると白飛びや情報量の喪失につながるので、使いすぎに注意です。1-1、ブラーエフェクト、外縁のぼかし、グローを作成します。スパイラルブラ、テクスチャノードを配置します。スパイラルブラ、テクスチャノードは、テクスチャに対して、スパイラル状のブラー、ぼかし効果を加えるためのノードです。テクスチャオブジェクトに、ブラーを適用する対象のテクスチャをつなぎます。テクスチャオブジェクトノードをつなぎます。右クリックして、パラメータに変換します。名前をグロー TEX にします。テクスチャオブジェクトパラメータノードは、テクスチャを実際にサンプリングしないので、テクスチャサンプルノードを併用しなくてはいけません。テクスチャオブジェクトパラメータノードより、テクスチャサンプルノードを配置します。UV は、テクスチャの UV 座標です。Get User Interface UV ノードを配置します。Get User Interface UV ノードは、UI 用の UV 座標を取得するためのマテリアル関数です。ピクセルベースではなく正規化された UV、0から1を取得するのに役立ちます。ノーマライズド UV を UV につなぎます。ノーマライズド UV は、テクスチャの左端が0、右端が1になるように正規化された UV です。解像度に依存せず、UI のスケーリングに強いです。テクスチャコーディネートノードの代わりに使うことで、UI のサイズ変更に強いマテリアルが作れます。ディスタンスは、ブラーの最大半径です。値を大きくすると、より広範囲にぼかしが広がります。0.01 から 0.05 程度に設定します。右クリックして、パラメータに変換します。デフォルトバリューを 0.025 にします。ディスタンスステップスは、距離方向におけるブラーのサンプル数です。多いほど滑らかになりますが、パフォーマンスに影響します。コンスタントノードをつなぎます。バリューを 16.0 にします。ラジアルステップスは、スパイラルの回転方向のサンプル数です。こちらも多いほど滑らかになります。コンスタントノードをつなぎます。バリューを 8.0 にします。ラジアルオフセットは、各サンプルピクセルの中心からの距離、半径方向のズレを調整する値です。小さい値、例えば、0.1 は、サンプル範囲が狭く、中心に近い部分に集中します。シャープさを保ちつつ軽めのブラー効果になります。大きい値、例えば 1.0 以上は、サンプルがより遠くから取られ、ブラーが広がって柔らかくなります。スパイラルの回転半径の広がりに大きな影響を与え、ブラーの雰囲気を劇的に変えます。コンスタントノードをつなぎます。バリューを 0.62 にします。カーネルパワーは、サンプリングの重みの偏りを指数的に制御するパラメータで、特にブラーの分布と滑らかさに影響します。値を 1.0 に近づけると均等な重み付けとなり、ブラー全体が均一になります。大きい値、例えば 4.0 や 6.0 になると、中心に近いサンプルにより重みがかかり、中心がよりシャープで外側はぼんやりした効果になります。コンスタントノードをつなぎます。バリューを 4.0 にします。1-2、拡縮アニメーション。今回は、サインノードで周期的に変化させて、脈動するようなグローを表現します。スパイ
イラルブラ、テクスチャノードより、コンポーネントマスクノードを配置します。展開して、R だけにします。コンポーネントマスクノードより、マルチプライノードを配置します。タイムノードを配置します。タイムノードより、マルチプライノードを配置します。B ピンをパラメータへ昇格します。名前をスピードにします。デフォルトバリューを 1.0 にします。マルチプライノードより、サインノードを配置します。サインの値は、マイナス1から1の範囲内に収まります。0から1に制限します。クランプノードを配置します。クランプノードをマルチプライノードの B ピンにつなぎます。1-3、グローカラーとインテンシティ、発光時の色と強度を設定します。マルチプライノードより、マルチプライノードを配置します。ベクターパラメータノードを配置します。名前をグローカラーにします。すべて1にして、白色にします。コンポーネントマスクノードをつなぎます。展開して、RGB にします。コンポーネントマスクノードより、マルチプライノードを配置します。B ピンをパラメータへ昇格します。名前をインテンシティにします。デフォルトバリューを 1.0 にします。マルチプライノードの B ピンにつなぎます。テクスチャサンプルノードの RGB ピンより、アドノードを配置します。B ピンに、グローカラーとインテンシティをつなぎます。最終カラーにつなぎます。保存して閉じます。1-4、マテリアルインスタンスの作成。M グローテキストを右クリックして、マテリアルインスタンスを作成します。名前を MI グローテキストにします。2、テキストウィジェットの作成。テキストを表示するウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB テキストにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。フィルスクリーンをデザイアードにします。最適化、リテイナーボックスをキャンバスパネル配下に配置します。名前をリテイナーボックス01にします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。一般、テキストをリテイナーボックス配下に配置します。名前をテキストブロックベースにします。カラー&オパシティで好みの色にします。フォント、サイズを100にします。輪郭設定、輪郭サイズを50にします。輪郭色は黒色のままにします。2の1、リテイナーボックス、リテイナーボックス01を選択します。リテイナーボックスは、描画パフォーマンスの最適化や特殊効果の実現に役立つウィジェットです。リテイナーボックスは、描画をキャッシュ、リテイニングします。内包するウィジェットを一度だけ描画し、その結果をテクスチャとして再利用します。マイフレーム描画する必要がない UI、静的な装飾に使うと、パフォーマンスの向上につながります。リテイナーボックスは、カスタムマテリアルを使った UI エフェクトが可能です。これにより、ぼかし、カラー補正、歪みなどの特殊効果を UI に付加できます。例えば UI の一部に動的なブラーエフェクトをかけられます。ゲーム内ハットで、スコア表示の背景に動くエフェクトをつけたいときや、UI 全体の外枠にソフトなぼかし処理を加えたいときなどに使用します。エフェクトマテリアルに作成した MI グローテキストを設定します。テクスチャパラメータに、テクスチャオブジェクトパラメータノードのパラメータネームグロー TEX を記述します。もう点滅してますね。コンテンツブラウザより、MI グローテキストを開きます。グローバルスカラーパラメータバリューズのインテンシティを有効にして、4.0 にします。グローバルベクターパラメータバリューズのグローカラーを有効にします。好みの色にします。保存して閉じます。レンダールール、フェーズカウントを5フレームごとにします。今回は点滅するブラーエフェクトなので、一定フレーム間隔で再レンダリングを行うと、GPU 負荷を軽減しつつダイナミックな描画を維持できます。コンパイルして保存します。3、発光表現。白飛びのような光表現を作成します。マテリアルの色を加算し続けると明るくなり、白飛びのような光表現が可能になります。今回は思い切って白色を重ねます。M グローテキストに追加します。M グローテキストを開きます。最終カラーは一旦切り離します。
スイッチパラメータノードを配置します。名前をユズホワイトグロースイッチにします。フォールズに既存の処理をつなぎます。テクスチャオブジェクトパラメータノードとテクスチャサンプルノードをコピーして貼り付けます。拡縮アニメーションをコピーして貼り付けます。コンポーネントマスクノードは不要なので削除します。テクスチャサンプルノードのアルファピンをマルチプライノードの A ピンにつなぎます。テクスチャサンプルノードの RGB ピンよりアドノードを配置します。B ピンに拡縮アニメーションをつなぎます。ユーズホワイトグロースイッチのトゥルーにつなぎます。ユーズホワイトグロースイッチを最終カラーにつなぎます。保存して閉じます。M グローテキストを右クリックしてマテリアルインスタンスを作成します。名前を MI グローテキストホワイトにします。ファイルを開きます。グローバルスタティックスイッチパラメータバリューズのユーズホワイトグロースイッチを有効にします。パラメータを有効にします。保存して閉じます。3の1、発光表現マテリアルの割り当て。発光表現マテリアルをテキストウィジェットに割り当てます。WB テキストを開きます。リテイナーボックス01をコピーして、キャンバスパネル配下に貼り付けます。名前をリテイナーボックス02にします。名前をテキストブロックホワイトにします。リテイナーボックス02を選択します。エフェクトマテリアルに、作成した MI グローテキストホワイトを設定します。テキストブロックホワイトを選択します。輪郭設定、輪郭サイズを0にします。発光表現ができましたね。コンパイルして保存します。4、ウィジェットの表示。テキストウィジェットを表示するウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット。名前を WB グローテキストにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。バーティカルボックスをキャンバスパネル配下に配置します。アンカーを中央にします。位置をリセットします。アラインメントを 0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。WB テキストを検索します。バーティカルボックス配下に配置します。コンパイルして保存します。レベルブルプリントを開きます。クリエイトウィジェットノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。クラスに WB グローテキストをセットします。リターンバリューより Add to View ポートノードを配置します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんと表示できてますね。問題点。ディレクショナルライトの明るさを 10.0 ルクスにします。起動してみましょう。マテリアルのブレンドモードをアディティブにしているので、明るい背景では色が加算されてしまい、ちゃんと表示できませんね。5の1、対策位置。テキストを重ねて表示します。WB テキストを複製します。名前を WB テキスト with DBL にします。ファイルを開きます。テキストブロックベースをコピーして、キャンバスパネル配下に配置します。キャンバスパネルで一番上に移動します。名前をテキストブロック BG にします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。アラインメントを 0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。輪郭設定、輪郭サイズを0にします。コンパイルして保存します。WB グローテキストを開きます。プリミティブ、スペーサーをバーティカルボックス配下に配置します。WB テキスト with DBL を検索します。バーティカルボックス配下に配置します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。文字はくっきり表示できましたが、明るい背景ではエフェクトがちゃんと表示できませんね。5の2、対策2、文字の背景を暗くします。WB テキストを複製します。名前を WB テキスト with BG にします。ファイルを開きます。
一般、イメージをキャンバスパネル配下に配置します。キャンバスパネルで一番上に移動します。名前をバックグラウンドにします。アンカーを中央にします。位置をリセットします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。サイズ2コンテントを有効にします。ブラシ、イメージサイズを1200、300にします。カラー&オパシティを黒色にします。コンパイルして保存します。WB グローテキストを開きます。プリミティブ、スペーサーをバーティカルボックス配下に配置します。WB テキスト with BG を検索します。バーティカルボックス配下に配置します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。文字の背景が暗いので明るいフィールドでも、エフェクトがちゃんと表示できましたね。設定ファイル。発光表現を取り入れると、ゲームのビジュアルがより魅力的で、インパクトのあるものになりますね。暗いエフェクトの上に加算エフェクトを配置するメリットは、視覚的インパクトの強調。暗い背景に輝く加算エフェクトは、明るさのコントラストを際立たせ、目を引く演出が可能です。奥行き感の演出。暗いエフェクトに加算エフェクトを重ねることで、シーンの立体感や深みを効果的に強調できます。プレイヤーの注目を誘導。特定のオブジェクトやエリアをハイライトするのに最適です。目標地点や敵の攻撃などに使用すると効果的です。透明感や軽やかさの表現。加算エフェクトの特性により、炎や魔法のような幻想的な演出を実現できます。簡単な動的変化の実現。加算エフェクトを暗いエフェクト上に設置すると、アニメーションやフェードインアウトによる動的な視覚効果が簡単に作れます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。